这是之前吗？出不去了。成了一个循环一样。何度繰り返しただろうか。目の前の魔法陣でたどり着く先はいつも違うのに、最終的にここに戻ってきてしまう。予感がある。きっと次はない。私はまだ何もしていない。夢だってある。私は教師になりたい。そしてお父さんとお母さんみたいに人並みの幸せを感じてみたい。私は死ぬ。夢が叶うことなく。哦，这句话让我想到了。死にたくない。よかった。陆迪这个笑容真的太可爱了。那他没认出来陆地啊。すみません、ちょっと臭いので。臭いですか？違います。私がですよ。1ヶ月もこんなところにいたので。俺は気にしませんよ。哇，字好小啊。私が気にするんです。いえ、そうではなく。助けていただいてありがとうございます。当然のことをしたまでです。はじめまして。哦，私の名前因为は陆地长太大了，现在。できればお名前を聞かせていただけないでしょうか。はじめまして。どこかでお会いしましたか。覚えていなくて。哦，覚えていない。信仰崩塌。覚えて。帰ることにした。すみません、タルハンドさん。ご迷惑をおかけします。いいんじゃよ、ロキシー。たまにはわしもお前を助けんとな。臭くはないですか。哦，他好ルディ在意。が吐くほどなので相哦，当かと思い不ますが。是。それはロキシー師匠に会えたことへの嬉しさと忘れられた悲しみに挟まれて。忘れてたわけじゃないんですよ。ただ昔の可愛いルディと今のルディが結びつかなかっただけです。他还把他当小孩儿呢，以前。いきなり吐いたのが失礼だったな。でも本当にショックだったのだ。そういえばシルフィーも俺に初めましてと言われてショックを受けたと言ってたな。帰ったらちゃんと謝ろう。哦。ロキシーの帰還に皆歓喜した。原因はどうあれ嬉しいことは嬉しいのだ。ロキシーには体力の回復を待つために数日の間安静にしてもらった。早く良くなるといいな。肯定在里面都没怎么能睡觉，一直处于这个紧绷的状态。おはようございます、ロキシー師匠。皆さん、この度はお手数をおかけしました。気にしないでくださいまし。ま、礼ならルディに言ってくれ。こいつが突然父さん神の気配がしますって壁をぶち抜いて走り出さなきゃ見つけられなかっただろうからな。ルーデウスさん、ありがとうございました。気にしないでください。当然のことですから。それより前みたいにルディって呼んでください。そんな呼び方をして慣れ慣れしくはありませんか。そんな、師匠にルーデウスさんなんて呼ばせるぐらいなら父さんにもルーデウスさんと呼ばせますよ。
おいこらなんだそりゃ。以前のように親しみを込めて呼んでください。何年経ってもロキシー・ミグルディアは俺の尊敬する師匠なんですから。はい、そうですねルディ。はい、師匠。身長大きくなりましたね。人族ですからね。師匠はお変わりないようで。ちっちゃいままです。言うほどちっちゃくはないと思いますけどね。そうですか。ロキシーの体調を見ながらだが、次に探索をするのは3日後にしようと思う。早すぎやしないか。ロキシーは早いうちに迷宮に入り直した方がいい。ああそうか、なるほど。確かにそうだな。師匠にはもうしばしの休養が必要なのでは。先輩は知らねえかもしれないが、迷宮で死にそうな目にあった時にすぐに入り直さねえと、二度と迷宮に入れない呪いがかかっちまうのよ。呪いか。おそらくこの世界而の且就トラウマ Zenith み不たいなもの是也很だろうな。紧要吗？とりあえず次は第3階層の攻略を進める。展開次第だが最低でも第4階層への魔法陣を見つけるまでは潜ろう。はい。ロキシーはこれを読んでおいてくれ。ルディが持ってきた転移迷宮の本だ。へえ、こんなものが。わかりました。明日あたり熟読しておきましょう。よし、じゃあ全員3日後に備えて解散。如果 Zenith 也是被像 Loxy 一样困在那儿不吃不喝的话，那不也是要死了吗？马上。ルディ、何ですか師匠。目の前をうろうろされると気が散ります。すみませんでした。暇ならこの本でいくつかわからない点があるので教えてください。何でも聞いてください。この部分なのですが。それなら詳細がこちらのページに書かれていますよ。ああ、迷宮内のそれにしてもロキシーは本当に小さいな。膝の上に乗せればすっぽりと包めてしまいそうだ。乗せたら怒られるんだろうな。モンスターはどうしました師匠。いえ、なんでもないです。いつの間にか背丈も随分越してしまったからな。悔しいのかもしれない。背が低いこと気にしてるみたいだし。アイシクルフィールド。終わりだな。そろそろ魔好力ヒール可愛啊，Loxy 真的好娇小，抱在怀里。さてそろそろ第4階層への魔法陣が見つかってほしいもんだな。ペースアップしたいところですね。だからってまた壁をぶち抜かないでくれよな。崩落しちまうし。分かってますよ。ルディ、はい、ちょっと背中を貸してもらっていいですか？どうぞ。Loxy 是不是都不知道鲁迪都结婚要生娃了？ルディと迷宮に潜ることになるとは思ってもみませんでした。そうですね。ルディ、何ですか？ゼニスさんを助け出して余裕ができたら2人で迷宮に潜りませんか？哦，他真的喜欢上鲁迪了。はい。本来迷宮探索は面白いものです。もっと簡単な迷宮に2人で潜ってみませんか？这就是 Loxy 的梦帰想った。ら2人で潜りましょうか。約束ですよ。ええ。那什么时候去四五飞生娃呀？眠気がきました。ちょっと寝ます。はい、おやすみなさい。勢いで返事をしてしまったが、子育てとかもしないといけない俺にそんな時間があるのだろうか。まあ余裕ができたらでいいか。ギースどうする？まだ少し余裕があるな。よし、
じゃあ第4階層の雰囲気を確かめてから一旦戻るぞ。仕事してる時のパウロはかっこいいな。很认真，ルディ、很专注，敵だ。ストーンキャノンで先制します。让我想到いけません。迷宫饭那个会动的盔甲。水神流の技を使うと聞いています。うかつに魔術を放てばカウンターが飛んできます。ではどうすれば。足を止めて援護に徹しましょう。了解。父さん、泥沼を使います。足元に気をつけてください。パウロ、私が左をやりますわ。分かった。お前はいつも左だよな。壁側に剣があるとやりにくいんですのよ。啊，他们好帅！わがままかよ。ルディ、エリナリーゼさんを援護しましょう。了解。勇壮なる表敬にてかの者に断罪を。アイスクレンチ。哇，不是这太强了呀！有 Loxy 的加入更强了。さすがに A 級ともなるとすぐには倒せねえな。父さん、もしかして前より強くなりました？あ？いや、そんなことはない。昔より弱いぐらいだ。さあ、油断しないで行くぞ。但是在自己儿子面前，给他装到了。迷宮攻略は町と洞窟を行ったり来たりしなきゃならない。でもこんなにのんびりしていてジェニスは大丈夫なのだろうか。对啊，いや、焦って二次遭難に遭うのは避けなければならない。慎重にだ。さすが迷宮都市ラパン。なんて持っているな。スクロールを1枚作ればあとはシェラさんが書いてくれるはずですよ。それは頼もしいですね。アーマードウォーリアー相手なら地面に油でも撒けばいいんじゃないですか。それではパウロさんが転んでしまいますよ。あ、ルディ、タルフロのメモもらいましょう。はい。他是看到保罗用刀很帅，他也想用エリナリーゼ吗？さん用に良さそうですね。で、お値段は高っ。同じ時期に師匠がウェンポートにいたんですか？ええ、ただルディとすれ違哦，った就是跟爱丽時丝聞和瑞杰路德还在的时候。家族のために師匠が創作に動いてくれて嬉しいです。パウロさんたちにはとてもお世話になりましたから。魔法大学で師匠と喧嘩別れした後、仕事も行くあてもなかった私を快く受け入れてくれました。それに当時の私は舐められないようにと大げさに実力を吹聴していました。師匠は当時から偉大でしたよ。いいえ、ルディのおかげで私は身の丈を思哦，い知ったん对，です。他当时就看到鲁迪可以何せ一つ不用那个教えると吟唱。工夫して10にも20にもするような弟子でしたからね。師匠の教えの賜物です。おかげで魔術を勉強し直して水曜級になり、性格も少し大人になったと仲間に褒めら哦，れたり那个马もしました。人儿。ですからブエナ村での2年間は私にとって大切な思い出です。はい。ゼニスさん、救い出しましょうね。はい。啊、真的太可靠了。哦，买给他了こ。の部屋で第4階層の魔法陣は最後だ。第4階層はあっさりと突破できたが、ゼニスの姿はやはりない。本の通りだ。タルフロの根は使えるぜ。よし、じゃあ戻らずこのまま行くぞ。了解。
ガーディアン前ですわね。この雰囲気はそうだな。気を引き締めないといけませんね。この本の主はこれ以上攻略できてないみたいだな。手伝います。哦，所以他也没有通关。今まで何度も踏んできた双方向の魔法陣と酷似しているが、本によるとランダム転移するらしいんだよな。ルディ、わかるんですか？いえ、さっぱり。七星なら分かったかもしれませんが。もしかしてルディの恋人ですか？他都已经有妻子七了。星がまさか。どうだ、何か分かったか？いや、ダメだ。本に書いてあることが事実なら、一つは罠なので、残り二つのどちらかが正解ということにはなりますが。二択かよ。二択ですのね。二択か、まったく。何かあるんですか？ジンクスだよ。二択はギレーヌに選ばせなきゃ失敗するってな。800年没看到基列奴了，我真服了。もう少し調べてみたいんです。よし、ルディ、任せたぜ。そうだ、何か引っかかるのだ。この部屋の雰囲気を見れば特別な場所なのは確かなんだが。難儀してるな。ええ、もしかするとここはこの階層の不能終点では急ない、万一という出现什么考えが差错浮かびました。実は別のルートがあるとか。そりゃねえな。終点はここで間違いねえよ。根拠？ない。ま、焦ることはない。一人で答えを出そうとするなよ。多去依赖别人。ああ、それとな、ルディ。一言言いたいことがあったんだが。何ですか？あ、いや、これは今はいいか。宿に保罗是不是看出 Loxy 喜欢鲁迪，但是鲁迪可能觉得 Loxy 不可能喜欢他死。亡フラグって言うんですよ。なんだそりゃ。今言うと确实有点パーティーの式に関わるんだ flag よ。的感觉。説教の類ですか？まあな、似たようなもんだ。いいか、ルディ。俺は今二振りの剣を使っている。以前は一振りで十分だったが、今はこの二振りがないとしっくりこない。どちらも愛着があるし、役割が違う。まあ、いずれわかるさ。不会是在说2个老婆吧？莉莉亚和詹妮斯。この部屋、どこかで見た。つい最近だ。そして何かが足りない。そうだ、ここは転移魔法陣の遺跡に似ている。ギーさん、あ、なんだ。この辺りに隠し階段がないか探してみてください。あ？いや、他是想要跟就是龙神的那个阵。おい、あるぜ先輩。この下に空洞が。床を壊して問題ありませんか？ああ、罠はね。よっしゃ先輩、やっちまえ。ここだ。よし、みんな、先輩が隠し階段を見つけてくれたぜ。やるな。さすが俺の息子だった。そういえばここ転移魔法陣の遺跡に似てますものね。落ち着けよ。罠があるかもしれねえ。先輩、スクロール3枚ぐらいよこしてくれよっと。お疲れ様ですと。よっしゃ、先に行くぜ。みんな気を引き締めろよ。完了，肯定很危险。
从上集到这一集，真的有好多那种 flag 出现，我现在就是很担心，可能真的会有人有去无回吧。就鲁迪对于 Loxi， 他可能因为一直把他看作那种女神一样的形象，所以呢，他一直认为自己对 Loxi 都是那种纯粹的那种崇拜啊，或者是敬仰之情。而鲁迪可能内心深处其实早就喜欢上 Loxi 了，但是他就可能觉得喜欢是一种亵渎。Loxi 呢，在这一次就是遇到成年后的鲁迪，尤其是鲁迪还这样子英勇的救下了他，就是也产生了对鲁迪的这种喜欢之情，就像保罗的那个暗示一样，他可能看出了 Loxi 对鲁迪的这个情绪，所以呢，想让暗示鲁迪可以有2个妻子，把 Loxi 就是纳入后宫的感觉吧。现在爱丽丝、西鲁菲、Loxi 都喜欢鲁迪，鲁迪随口答应 Loxi 就是之后跟他一起去探险，但是 Loxi 显然是把这个话的分量看得很重的，真的想跟鲁迪有个这种探险的生活，不断的去冒险，还有着平凡的这种家庭的感觉，就是 Loxi 他的梦想。现在就更加不敢想之后爱丽丝回来该怎么办。鲁迪他真的是对于那些帮助他走过创伤的人非常非常重视， Loxi 也何尝不是滴水之恩涌泉相报，看到他再次回归真的很高兴，而且他也太可爱了，那种不断的小脸红、小眼神，还有他的小脚，看着真的很让人怜爱，也正面自己的这种情愫，然后也会就是主动的去跟鲁迪有什么想法也是直接跟鲁迪坦白。鲁迪他对于 Loxi 也并没有说就是马上跟他调情啊什么之类的嘛。Loxi 在他心里真的是个很神圣的位置，他对他也有着那种非常纯粹的尊敬。Loxi 最开始没有认出鲁迪也是比较能理解吧，毕竟他当时离开那个村庄的时候鲁迪才那么小，像鲁迪真的是简直跟那个保罗是一个模子里刻出来的了。鲁迪也开始留起他的这个小马尾辫了，我特别喜欢这一集，就是保罗在鲁迪面前就是装起来了，但是装谦虚说自己比以前还弱了呢，但是实际听到鲁迪对他的夸奖又是那么的沾沾自喜，正是这些小细节让这种人物形象就是跃然纸上吧。保罗也像是想去引导鲁迪，就是他跟 Loxi 的这个关系，觉得纳入后宫和出轨还是有着很明显的差距的，所以我觉得可能在保罗这里，他认为鲁迪可以将 Loxi 就是纳入后宫，但是就是西鲁菲必须也是完全知情的那种。西鲁菲虽然当时也说过，就是鲁迪可以就是有其他的妻子，但是那个时候西鲁菲还没有生孩子呢，就是当时意思应该是如果他没有怀孩子的话，鲁迪可以跟其他人怀孩子。虽然鲁迪当时是拒绝了，但是我觉得就是这些事情都是会变的，就是都会改变，誓言诺言什么的还是很不可靠的。这集很戳我的一个点就是鲁迪他在被说初次见面之后呢，又想到了西鲁菲，然后想着之后要跟西鲁菲回去道歉，心思这样子细腻还是挺不常见的，我还是挺喜欢的。就你知道他有时刻想着你的一些小的情绪和小的细节他都有记住，但是等到他真的回去跟西鲁菲他们见面的时候，可能所有的事情都会一个大变样了吧。感觉马上要到来的也是一些危机重重的探险了。那这就是我们下期再见，拜拜。